英語学習の時間が始まりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回はイギリス BBC ニュース1分最新ニュースを使いながら私たちの英語力、そして情報力をアップしていきたいと思います。しっかりと BBC ニュースを聞いてみてイギリス英語に慣れていきましょう。まずこの BBC ニュース、字幕ありで確認して概要を捉えていきたいと思います。次に字幕をBBC から流れてくるお手本英語を元に私たちもしっかり英語を話して日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力アップしていくとともに音読をしながらしっかりと難しい単語、そしてニュースの内容、今世界で何が起きているのかという情報も英語を学びながらアップしていきたいと思います。3番目は字幕なしでもう一度同じ BBC 1 minute ニュースを見てしっかりと英語のリスニングだけで内容を聞き取れるのか、学習した単語表現しっかりと覚えているのかチェックしていきましょう。ここまでは BBC から情報をインプットする練習ですけれども、次は4番目。得た情報を自分の言葉、英語でスピーキングをして相手に伝えるアウトプット練習していきたいと思います。この練習に Microsoft の生成 AI を搭載したチャット使いながらやっていきたいと思いますけれども、これを使うとまるで人間といつでも好きな時に無料で英会話をしている感覚でたくさん英語を話して日本人が苦手と言われているスピーキングの練習になりますので、ぜひ動画最後までご覧いただいて一緒に英語力、情報力上げていきましょう。英検9価値チャンネル、英語学習に使えるな、情報取れるな、いいなと思った方はぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリックよろしくお願いいたします。それでは早速 BBC 1 minute ニュースで英語力と情報力どんどん上げていきましょう。Let's get it started. それではこの左側の BBC ニュース、右側の原稿ありで見ていきたいと思います。原稿読まれているところにこのようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。原稿がなくても聞き取れそうだ、原稿なしで聞き取り挑戦してみようという方は左の BBC ニュースだけ集中してみていただければいいと思います。それでは行ってみましょう。Let's try to understand the outline of this 1 minute BBC latest news with English subtitles. Let's try it. Welcome to BBC News. Let's turn to our main headlines here. Yemen's Houthi movement vows retaliation as US and UK forces launch airstrikes against Houthi targets. Britain says the strikes were a limited, necessary and proportionate response to repeated Houthi attacks on global shipping in the Red Sea. The International Court of Justice hears Israel's defence against accusations of genocide brought by South Africa. And a new discovery which challenges our understanding of the cosmos. We will be speaking to the PhD student who made that find. さあ、いかがだったでしょうか？字幕ありで BBC 1分ニュース見てみましたけれども、概要を捉えることできましたでしょうか？イギリスネイティブ英語、非常に速いスピードで聞き取りが難しいかもしれませんけれども、何度もですね、繰り返し聞いていると、自分の耳がその英語のスピード、アクセント、発音、リズムに慣れていきますので、たくさん英語を聞いていきましょう。さあ、BBC ニュースですけれども、次はですね、2番目。音読をしながら難しい単語、そしてこのニュースの内容を見ていきたいと思います。日本人、英語を話すのが苦手と言われていますけれども、たくさん話す練習をすればですね、どんどんスピーキング力もアップしていきますので、今からこの左側の英語、先ほど聞いたイギリス英語をお手本に音読をしながら、右側の日本語訳と照らし合わせて、ニュースの内容、そして英語力を上げていきたいと思います。視聴者の方もですね、声が出せる方はぜひ一緒に左側の英語を音読しながら、英語を話す練習をして、スピーキング力どんどん上げていきましょう。さあではまずここ音読いきたいと思います。Welcome to BBC News. Let's turn to our main headlines here. Yemen's Houthi movement vows retaliation as US and UK forces launched airstrikes against the Houthi targets. ということで、右側、日本語訳で出てますけれども、BBC、最新ニュース見ていきましょうということで、まずはじめのニュース。アメリカとイギリス軍がフーシ派ですね。イエメンのフーシ派を標的にして空爆を開始したということですね。そして、空爆をされたイエメンのフーシ派はですね、その攻撃に対して復讐を誓った
ということです。今、中東ですね、イスラエルとハマスの紛争、戦争をきっかけに、情勢が非常に緊迫しておりますけれども、さらにですね、事態が悪い方向に進んでいく可能性のあるニュースですね。空爆をアメリカ、イギリスが行ってやられた方の風刺派はですね、報復するということを bow 誓っているということです。それでは、この部分覚えておきたい単語表現ですけれども bow これですね bows 誓うっていう意味です。bow 覚えておきましょう。そして retaliation というのは報復ですね。空爆をされたイエメンの風刺派が報復をするということを誓っているということですね。そして次、launch というのは開始する、行うということですね。launch to air strikes 空爆を風刺派に対してアメリカ、イギリス軍が行ったということです。さあでは次、この部分ですね、しっかりと音読をしながらスピーキング力を上げ、そして情報力を上げていきましょう。Britain says the strikes were limited to necessary and proportionate response to repeated fishy attacks on global shipping in the Red Sea ということで、なぜそんな空爆されているのか、しているのかということですけども、イギリス、今回の攻撃は、航海ですね。航海で世界の海運に対する度重なる風刺派の攻撃に対する限定的かつ必要かつ適切な対応だと主張しているということですね。BBC、イギリスの報道局ですので、この風刺派に対する空爆、イギリスも参加してやっているということで、このような報じ方になっていますけれども、ではここ、押さえておきたい単語表現ですね。proportionate response。ですね。これチェックしておきましょう。Google 自動翻訳を使うと自分の発音も正しく伝わるのかチェックすることができます。この音声入力ボタンを押して proportionate 発音が正しければですね。左側に英語で proportionate 右側に日本語訳が出てきます。ではやってみましょう。proportionate response proportionate response 比例した対応っていうことですけど proportionate というのはですね、見合ったということですね。proportionate イギリスはですね、この風刺派がですね、国際貨物便の船を攻撃しているから、それに対する、proportionate response、それに反応する、対応する、攻撃だ、反応だって言ってるんですね。proportionate を覚えておきましょう。そして、Red Sea ですね、航海ですけれども、この中東の航海でですね、そこを通る商船ですね。商業の船がこの風刺派、イエメンの風刺派によって度重なる攻撃を受けているので、今回、アメリカとイギリスがそのイエメンのですね、風刺派の拠点を空爆した。こういうことが始まってしまっているということですね。さあ、では次見ていきましょう。The International Court of Justice hears Israel's defense against accusations of genocide brought by South Africa ということで、genocide、大量虐殺という単語が出てきていますけれども、ここ何が起こっているかというと、International Court of Justice、国際司法裁判所、南アフリカによる大量虐殺の告発に対するイスラエルの弁護を審理するということで、今、南アフリカがですね、声を上げて、イスラエルがガザでやっていることは、ジェノサイド、大量虐殺だって言って、国際司法裁判所に訴え出ているということですね。それに対して、イスラエルはそこで、イスラエルの弁明というかですね、主張を繰り返すということです。それではここ覚えておきたい単語表現ですけども、まず International Court of Justice ですね。国際司法裁判所を覚えておきましょう。そして、accusations というのはですね、告発ということですね。accusations of genocide、大量虐殺の告発がされているということで、南アフリカがですね、国際司法裁判所にイスラエルがガザでやっている、パレスチナ人をたくさん、殺しているっていうのはジェノサイド、大量虐殺に当たるということですね。それが審理がされているということです。それでは最後、しっかりと英語を話しながらスピーキング力を高めていきましょう。And the new discovery which challenges our understanding of the cosmos. We're speaking to the PhD student who made that find ということで、何やら宇宙についての新しい発見があったということで、宇宙について私たちの理解を揺るがす新しい発見があったということですね。その発見をした PhD、博士課程の学生に話を聞くということです。New discovery、新しい発見ですよね。New discovery 覚えておきましょう。そして、challenges our understanding。
私たちの何々に対する理解を揺るがすということですね。チャレンジ。そして、コスモスというのは宇宙ということですね。スペース、コスモスですね。覚えておきましょう。そして、PhD というのは博士課程ですね。PhD スチューデントで博士課程の学生ですね。さあ、しっかり英語、日本語字幕でこの BBC ニュースの内容、そして新しい単語表現、理解できたんではないでしょうか。では次はですね、しっかりと字幕なしで英語のリスニングだけで理解できるのか、学習した単語、表現、内容、聞き取れるのかどうか、字幕なしでもう一度同じニュースを見て、しっかりとですね、リスニング力、そして情報力を上げていきましょう。Let's try to understand every details of this BBC 1 minute news, but this time without English subtitles. Let's try to understand it only listening English. Let's try it. それでは字幕なしで BBC ニュース見てみましょう。Welcome to BBC News. Let's turn to our main headlines here. Yemen's Houthi movement vows retaliation as US and UK forces launch airstrikes against Houthi targets. Britain says the strikes were a limited, necessary and proportionate response to repeated Houthi attacks on global shipping in the Red Sea. The International Court of Justice hears Israel's defence against accusations of genocide brought by South Africa. And a new discovery which challenges our understanding of the cosmos. We will be speaking to the PhD student who made that find. さあ、どうだったでしょうか。字幕なしで BBC 1分ニュース見てみましたけれども、しっかりとですね、早いネイティブ英語でしたけれども、聞き取れましたでしょうか。聞き取れなかったなっていう方はですね、動画元に戻って何度も聞いて、自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズムにしっかりと慣らしていきましょう。さあ、ここまではですね、1、2、3と、この BBC 最新1分ニュースからしっかりと情報を得れたと思います。まず、はじめのニュースはですね、アメリカと、イギリス軍がですね、イエメンのフーシ派の、基地を攻撃、空爆をして、それに対してですね、フーシ派もですね、リタリエーション、報復をするということで、これ以上、中東の危機がですね、広範囲に広がらないことを望むばかりですけれども、その望みとは逆のことがですね、今起こり始めているということだと思います。そして、三つ目はですね、インターナショナルコートオブジャスティス、国際司法裁判所が今ですね、南アフリカがイスラエルのガザでしていることは、ジェノサイド、大量虐殺だということを審理をしているということですね。そして最後のニュースは、何やらスペース、コスモスですね、宇宙で新しい発見があったということですけれども、今話したようなこの内容をですね、次は4番目、英語で相手に伝えれるようにスピーチ練習をやっていきたいと思います。この練習に使うのはですね、マイクロソフトの生成 AI を搭載したチャットですけれども、これを使うと無料でいつでも好きな時に英語を話し相手になってくれますので、日本人が苦手と言われているスピーキング力アップ、この練習を繰り返し行うことによってどんどん伸びていくと思います。日本に住んでいるとですね、やはり海に囲まれた島国日本ですので、普通に暮らしていると英語を話す機会も必要性もありませんので、なかなか話せるようになりません。ですから、英語のスピーキング力をアップしようとすると、やっぱり練習するしかないということで、いかに日本で暮らしながら英語を話す機会を増やしていくか、これにつけると思います。それではですね、どのように私がこのマイクロソフトのチャットを活用しながらスピーキング練習しているのか、デモンストレーションしたいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。今、画面にマイクロソフトの Bing、Copilot というチャットが映りましたけど、これを使っていきます。2つ、注意点があって、まず1つ、言語設定をですね、日本語から英語に変更してスピーチ練習を行うようにしましょう。なぜかというと、英語で話しかけて返ってくる言葉も英語ですので、すべてやり取り英語でしますので、言語設定は日本語ではなくて英語に設定する。これがまず一つ目のポイントです。そして二つ目はですね、このボタンを押して英語で話しかけますけれども、間が長くなると話が終わったと思って、このチャット、
録音、聞き取りを停止してしまいますので、できるだけ well とかですね、何か話しながら、まだ話しているよということを、チャットが認識できるようにですね、話していくのがポイントかと思います。注意する点はその2つだけで、あとはですね、このボタンを押して、ニュースから得た情報をもとにですね、英会話をチャットとしていきたいと思います。それでは今からデモンストレーションしますので、参考にしてみてください。Let's practice speaking in English. Hi, Big. How are you today? I just checked latest news from BBC 1 Minute News. I am Japanese and I've tried to improve my speaking ability staying in Japan. So this is a kind of practice for me speaking in English. For that purpose, I'd like to share latest news I got from BBC with you by speaking in English. If I speak in English wrongly, please let me know and correct me. Are you support for me? Are you going to support for me? こんな感じで英語でスピーチすると英語で返ってきます。Hello. I'm glad to hear that you're practicing your English speaking skills. I'm here to help you with that. I'm sure you'll do great. Please go ahead and share the latest news you got from BBC 1 Minute News. I'm excited to hear it. And don't worry, I'll be happy to support you and correct you if necessary. All right. Thank you so much for your response. I'll try to my best to improve my speaking ability. So first news I got from BBC 1 Minute News is not happy news and concerning news. Because first information I got is United States and the United Kingdom Army strikes the base of Houthi in Yemen. And the Houthi army stayed in Yemen vowed retaliation against that attacks by USA and United Kingdom. So I think the situation in Middle East is getting worse and worse, deteriorating. I hope the conflict between Israel and Hamas will never spread other areas. But now what is happening, going on, is opposite to that hope. So that is my first news I got. I'm sorry to hear that the news you received is not good. It's important to stay informed, but it can be difficult to hear about conflicts and violence. I hope that things will improve soon. I understand that you mentioned the situation in the Middle East is getting worse and worse. I found some information on the BBC 1 Minute News website that might be relevant to what you're talking about. According to the website, the United States and the United Kingdom have launched airstrikes against Houthi rebels in Yemen. The Houthis have vowed retaliation against the US and UK for these attacks. It's a concerning situation, and I hope that the conflict between Israel and Hamas doesn't spread to other areas as well. I hope this information helps. If you have any other questions or concerns, please let me know. And don't worry, your English is great. Thank you very much for your comment and additional information. I was so happy to hear that you said my English is great. So that comment makes me happy. So I'll try to do more to improve my speaking ability. And the next information I got from BBC News is that now the International Court of Justice is hearing opinion from Israel because South Africa is condemning Israel. What they are doing in Gaza areas mainly is genocide. And now that court discussions is going on at the International Court of Justice. So this is my personal feeling. Of course, what Hamas did October 7th against Israel is never be accepted. It is totally wrong to make violence and hurt other peoples. But what Israel is now doing
especially mainly in Gaza areas, is also condemned, worthwhile to be condemned, because so many innocent people, children, ladies, and innocent men were killed by Israel forces. I'm sorry to hear that. I understand that the situation in Gaza is concerning. According to the BBC, the International Court of Justice is currently hearing an opinion from Israel after South Africa filed a complaint against Israel for genocide in Gaza. The case could take years to be decided, but there may be major short-term implications for Israel's war in Gaza. It's a difficult situation, and I hope that a peaceful resolution can be found soon. I also understand that you mentioned the conflict between Israel and Hamas. While it's true that what Hamas did on October 7th against Israel is never acceptable, it's also true that what Israel is doing in Gaza is also concerning. According to the BBC, Israel's air and ground assaults in the Palestinian territory have killed about 23,000 people, the Hamas-run health ministry in Gaza says. The vast majority of Gaza's 2.3 million residents have been forced to flee their homes amid widespread destruction. It's a difficult situation, and I hope that a peaceful resolution can be found soon. I hope this information helps. If you have any other questions or concerns, please let me know. Alright, thank you very much for your feedback and comment. So last news information I got from BBC 1 Minute News is not many details are not revealed on that news, but it is said that some new discoveries were made related to the cosmos, space, by the British PhD students, I guess, because that the news said they will hear details from PhD students about new discovery about cosmos. So these information are all I got from BBC 1 Minute News. So if we improve our English abilities, we can get information from around the world, such as media like BBC, Al Jazeera, CBC, like that. So I believe that may spread our ideas and the thoughts. We can little bit touch to the other information not acceptable, not available in Japan through English. It's great to hear that you're interested in improving your English skills. I'm sure you'll do great. Regarding the news you mentioned, I found some information on the BBC 1 Minute News website that might be relevant to what you're talking about. According to the website, a British PhD student has made some new discoveries related to the cosmos. Unfortunately, there aren't many details available yet, but it sounds like it could be an interesting development. I agree with you that improving your English skills can help you stay informed about what's happening around the world. There are many media outlets like BBC, Al Jazeera, CBC, and others that provide news and information in English. I hope that you find this information helpful. If you have any other questions or concerns, please let me know. こんな感じで、このマイクロソフトのチャットを使った英会話をですね、デモンストレーションしてみましたけれども、いかがだったでしょうか。本当にこれを使うとですね、いつでも無料で好きな時に英語を話す機会をどんどん増やしていくことができると思います。そして、このチャット、生成 AI を搭載しているので、関連する情報をたくさん提供してくれますので、英語を学習しながら、この練習で情報力もですね、アップしていけるんではないかなと思います。But we have to keep in mind that some information is not correct ということで、インターネット上のですね、情報、間違えた情報ですね、不確かな情報も含まれていますので、しっかりと正しい情報かそうでないのかを私たち自身で判断をしていかないといけないということをですね、付け加えていきたいと思います。さあ、
いかがだったでしょうか？今回の BBC 最新1分ニュースを使った英語学習、そして情報力アップですけれども、皆さんもですね、しっかり英語を学習しながら情報力アップできましたでしょうか？英語学習するとですね、日本であまり報じられていない世界のニュースなんかを英語で情報として学び、そして自分の見識とかですね、世界を広げていける、そんなきっかけになると思いますので、これからも一緒に英語力と情報力、どんどん伸ばしていきましょう。英研究家事チャンネル、引き続き英語力アップ、情報力アップにつながる動画どんどん上げていきますので、いいなと思ったらチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、よろしくお願いいたします。Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could learn a lot of new information and new English vocabularies and words from this BBC 1 Minute News. I hope you enjoyed it. Thank you very much for watching my video till the end. Have a good day, stay healthy, goodbye.